皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はローソンで買ったものを紹介しながら食べながら、私が転職した時の周りの反応について皆さんに話してみたいと思います。この動画には日本語の字幕の他に15言語の字幕があります。皆さんぜひ CC をつけてください。字幕起こし機能を使うと日本語を見ながら他の言語も見ることができます。今回の動画は自然なスピードで語彙コントロールをせずに話したいと思います。もしちょっと早いなっていう人がいたら速度も自分で調整してみてください。まずは先にローソンで買ったものを紹介します。まずはこれです。唐揚げくんです。今回買ったのは爽やかレモン味です。開けます。はい。で、ここに爪楊枝が入っているので、これで刺して食べます。爪楊枝を開けますね。これ国産のチキンを使ってるんですよね。ここに書いてあります。国産チキン。じゃあいただきます。はい、1個はこのくらいの大きさです。この唐揚げくんの値段は248円でした。唐揚げくんってもう私が子供の頃からあって、ちょっと小腹が空いた時とかあと部活帰りに食べてました。唐揚げくんです。で、あとこのお弁当を買いました。とろーり月見牛カルビ弁当。でもちょっと残念なことが起きてしまいました。ここにね、温泉卵が乗ってたんですけど、歩いてたらちょっと崩れて、この下の方に温泉卵が行ってしまいました。残念。で、ここにキャベツとお米があります。これは500ワットで1分40秒温めてくださいと書いてあるので、ちょっと電子レンジで温めたいと思います。500ワットで1分30秒ですね。レンジで温めました。こちらの値段は689円でした。じゃあいただきます。キャベツから。次、カルビ、お肉です。柔らかそう。これはご飯が進むね。米と肉って最高だよね。美味しい。皆さんも何か食べながら見てくださいね。で、今日は転職した時に周りの人がどういう反応したかについて話していきたいんですけど、ちょっとやっぱり食べながら話すの無理だから、ちょっと一回置きますね。皆さんはそのまま食べててください。ちょっと私のことを簡単に説明すると、まず私は大学卒業してすぐ一般企業に入社しました。で、ちょっと長い間働いて、大学院に進学して、大学院の修士2年生の時に日本語学校で働き始めました。で、もし皆さんが私がどうして転職したのかとか、日本語教師になったのか、もし興味があったらコメントで教えてください。また別の動画を撮ろうと思います。で、一般企業で働いていて、日本語教師になりたいと思って、ちょっと今日噛みまくってるな。日本語教師になりたいと思って調べていた時に、私のその当時の状態では日本語学校で働けないことが分かりました。私は日本語教育について一切勉強したことがなかったので、どこかで勉強する必要があったんですね。だから大学院に進学して日本語教育を勉強しました。で、大学院に進学することが決まって、で、友達とか同僚とか周りの人に大学院に行って日本語教師になりますっていう話を何人かにしたんですね。で、その時の反応は大体2つに分かれました。純粋に、すごいじゃん、頑張ってねって応援してくれる人。ほとんどこういう人が多かったんです。でも、もう一つのグループ。
どういう反応をしたと思いますか？多分想像できる人もいると思うんですけど、はい。まず言われたのが、その年齢で大学院に行くんですかって言われました。まあまあそうだよね。私も思ってました。皆さんの国の反応とちょっと違ったり、考え方が違うっていうこともあるかもしれないんだけど、日本ってちょっとやっぱり年齢を気にする人がすごく多いと思います。こういう年齢だったらこうあるべきだみたいに考えてる人は私の経験上少なくないです。私もそうです。私も日本語教師になりたいな。でも大学院とか他の何か日本語教育を勉強するところでまず勉強しなきゃいけないのかって知った時に、今の年齢でこの年齢で今から新しいことを勉強して転職するのって思った時にちょっと躊躇しました。本当にいいのかなって、この年齢かってすごく悩みました。だからその人がそうやって言ってきたことに対してはすごく理解ができました。皆さんの国とか、皆さんの周りの友達だったらどういう反応をしますか？まず転職に対していろんな意見とか考え方があると思います。日本では最近は本当に転職する人が多いです。私の周りの友達ももう2回3回転職した人もいます。でもずっと同じ会社で定年退職まで同じ会社で働く人もまだまだ結構多いです。だから結構転職するタイミングについて深く考える人も多いと思います。だからちょっと皆さんのイメージと私が経験していたものっていうのがもしかしたら違うかもしれないんですけど、そういうのもあってやっぱり年齢について考えてしまったりとか、この年齢でこのことをするっていうのがやっぱりちょっと億劫になる人もいると思います。実はそういう反応をした人は一人じゃなかったんですね。もう一人の人は、いや僕だったらその年でそんな学校に行くとかしないですけどねって言われて、そういう反応ですかって思いました。なんか私もさ、1年以上考えたんですよね。今行くべきなのかとか、この年齢でとかすごく考えてて、でそういうことを年下の人に言われたのかな、確か言われて、やっぱり年齢って考えなきゃいけないのかなって思ったりもしたけど、でも私そんな簡単な気持ちで安易な気持ちで転職とか大学院に行くって決めてないんですよね。すごく考えたし、あと自分のお金で学費ももちろん自分で払っていくし、受験もしたし、相当の覚悟を持って転職大学院に行くことを決めました。だからその時に思ったのは、いや私の人生だしって思いました。家族に言われるのとちょっと違うよね。例えば何か家の問題があって今そういう新しいことができないとか、そういうのでちょっとマイナスな意見をもらうっていうのだったらわかるんだけど、他人じゃんしかもその人あんまり私話したことがない人だったんだけど、たまたま会って、ちょっとそういう話になって退職しますってなった時に、なんで退職するんですかって言われて、いや実は大学院に行って、でこれから日本語教師になろうと思ってるんですっていう説明をしたら、そういう反応をされて、そういう人もいるんですよね。でもさ、私の人生って多分その人に全然関係がないんですよ。だからその人に何を言われようとも、その人に何を言われても、私は私の人生だし、私は私のやりたいことをやればいいなってその時すごく思いました。で実際に大学院入って今日本語教師をしていて、一回も後悔したことはないです。でもやっぱり日本語学校で働き始める前はすごく不安でしたよ。私が
やっていた前の仕事と日本語を教えるっていう仕事は全く関係がない仕事で、合うのかなとか本当に心配でした。ずっとこの仕事を続けていけるかなとか。でもその時にせっかく自分でやっとやりたいことが見つかったのに、いろんな不安なことを考えて諦めるのはちょっともったいないなって思いました。でもこれもそういうことに挑戦できる環境があったからなんですよね。何か他の問題があったりとかしたら転職できてないと思うし、大学院にも行けてなかったと思うから、それは本当に周りの環境に感謝しなきゃいけないと思ってるんだけど、自分の努力じゃどうにもできないことってありますよね。だからそれは本当にありがたかったです。ちょっとだけ食べよう。皆さんは転職したことありますか？学生さんも見てるからまだね働いたことがないっていう人もいるかもしれないんですけど、皆さんの国でその転職することってもう当たり前ですか？もうほとんどの人が転職しますか？ぜひコメントで教えてください。この温泉卵にさ絡まったこのお肉絶対美味しいよね。うわ美味しそう。ごちそうさまでした。完食しました。デザートもありますよ。ちょっと待ってくださいね。これです。マロンタルト。今このね撮影してるのは10月1日です。もう秋の美味しいものがたくさん出てきました。マロンだったり芋を使ったものだったり、あとかぼちゃパンプキンを使ったデザートとかたくさん出てきました。これ皆さん中見たいですよね。一応なんかね断面はこうなってるみたいなんですけど、ちょっと半分に切ります。半分に切りました。断面はこんな感じです。いただきます。このね周りはタルト生地ですね。タルトです。うまくできましたね。美味しい。栗の味がしっかりします。もう今のコンビニのスイーツって本当にすごいですよね。種類も多いし、期間限定のものだったりとか、いろんな企業とコラボして何かを発売したりとかっていうのもあるし、もう本当に美味しい。で、あと飲み物も買いました。今回はこちらです。ミルクたっぷりほうじ茶ラテです。ここにストローがあります。前回こういう動画を撮った時にセブンイレブンで買ったものを紹介しながら私がね話すっていう動画を撮ったんですけど、その時はねカフェインレスコーヒーを紹介しました。刺します。あれ刺さった結構力が必要だった。いや多分角度が悪かったですね。しっかりほうじ茶の味がする。結構ほうじ茶の味濃いんじゃないかな。ほうじ茶好きな人は試してみてください。で、さっきさ転職する時に、年齢のことを考えたっていう話をしたじゃないですか。最近ね結構 SNS とかでも見たんだけど、今が一番若いんだからチャレンジしなきゃダメだっていう何かのそういう投稿を見たんですよ。で本当にその通りだなって思いました。私8年前に大学院に進学したんですけど、じゃあもし今から大学院に進学しますかって言われたら、ちょっと今からは無理かもって思ってしまいます。できないわけじゃないですよ。できないわけじゃないけど、やっぱり8年前の方が当たり前ですけど今より若いし体力もあるし、なんか新しいことに頑張って挑戦しようっていう気持ちもやっぱりなんか若い時の方があったと思うんですよね。だからやっぱりその時に
やっといてよかったな、転職しようって思って大学院に通ってよかったなってすごく思います。でも大学院に入ってから思ったのは、大学院って本当にいろんな年齢の人がいますよね。私が入ったところは割と大学卒業してすぐに大学院に進学したっていう人が多かったんですけど、でも60代の人もいたかな。いざ大学院に進学してみたら、あ、なんだ、何歳からでも別に挑戦できるじゃんって思いました。やっぱりそれって自分が実際に入学して勉強して周りの人を見て経験したからそう思えたんですけど、私大学生の時に大学院に行くっていう考えがもう 1% もなかったので、正直に言うと大学院で、どんなことをしてるのかっていうのはあんまり考えたことがなかったんですね。どういう人がいるとか。でも実際に入ったら、まだまだ全然挑戦できるなっていうのは思いました。だから、皆さんもね、もし、年齢でどうしようかなって新しいこと挑戦するのこの年齢ではちょっと難しいかなって思ってる人がいたら、今が一番若いんですよ。今挑戦した方がいいと思います。何年後にどうなってるかって本当に分かりませんよね。自分の体調のこともあるかもしれないし、自分だけじゃなくて生きていくといろんなことがあるじゃないですか。周りのことだったり家族のことだったり親戚のことだったり、どんどん私は難しくなっていくかなって思うんですよね。これ人によって違うと思うんですけど、でも私の周りの友達とかを見ていてもやっぱり同じような感じかなって思います。だから今やりたいと思ったことが今できる環境にあるんだったら絶対にやった方がいいと思います。いろいろありますよね。私の動画を見てる方はほとんどが日本語を勉強している人だと思うので、結構コメントとかにも日本に留学したいですとか日本で働きたいですって書いてくれる人が多いです。もしそれが今できる環境だったらやった方がいいと思います。ちなみに私大学生の時に長期留学をしたかったんですね。1年間留学したかったんだけど、ちょっといろいろあってできませんでした。で、今そのことを後悔してるわけじゃないんだけど、でも皆さんも時々こういうこと思いませんか？もしあの時こういう選択肢を選んでいたら今の人生とどれぐらい違うんだろうとかちょっと考えたりしませんか？私も今まで生きてきて、例えば大学受験に失敗したりとかあと失敗したっていうか、私が通ってた大学っていうのは第5志望第6志望とかで、第1志望とか第2志望の大学じゃなかったんですね。だからそういうのがあったりとかして、その時は落ち込んだりしたけど、でも今はいろいろ振り返ったらあの大学でよかったなって思うこともあります。でももし大学受験をしてた時に第1志望とか第2志望の大学に受かってたら今どういう人生を送ってたのかなって時々考えます。別にそれがいいとか悪いとか今がいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、時々そういうことを思います。皆さんもどうですか？考えたりしますか？ぜひコメントで教えてください。話してたら熱くなってきちゃった値段言うの忘れてた。ですね、さっきのマロンタルトは257円で、こちらのほうじ茶ラテは208円です。コンビニで見るこういうドリンクもたくさんありますよね。コーヒー系だったりフルーツ系だったり、あとヨーグルトのドリンクもありますよね。美味しいこれ。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。本当ごめんなさい。私多分話すの下手なんですよ何年 YouTube やってるんだっていう感じなんですけど、お店とかで撮るときはもう結構台本考えたり話す内容を考えて撮影するので、話せてるかもしれないんだけど、
こういうフリートークになると、でしかも私は皆さんが見えてないじゃないですか。想像してますよ。皆さんが見てるとか想像しながら話してるんだけど、スマホに向かってずっと喋ってるので、なんか反応がないじゃないですか。だからあれさっきも同じ話したかなとか、ちょっとこれ編集するの怖いなって思いながら話してるんですけど、まあでも簡単に言うと、まあ私は転職しました。その時に年齢のことについていろいろ言ってくる人がいました。でも私はその時が一番若いと思ってやりたいことをやりました。で、今日本語教師になって一切後悔してません。皆さんも何かやりたいことがあったら、それができる環境だったらぜひやってくださいっていう動画です。1分で終わっちゃうね。すいません、なんかダラダラと話してしまったんですけど、もしまたこういう動画が見たいと思ったらぜひ高評価押してくださると嬉しいです。あと、私がどうして転職したのか、どうして日本語教師になりたいと思ったのかについて、もし知りたかったら、まあ興味ないかもしれないんだけど、もし知りたいと思ったらそれもぜひコメントで教えてください。もしそういうコメントが多かったら、それについて動画で話したいと思います。はい、じゃあ今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。